こんにちは、近藤美蔵です。長く続いた雨や蔓延するコロナの状況など、ちょっと重たいお盆の時期を過ぎて、気がつけば夏も終わりに近づいてきましたね。皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか？今年の2月、シリウス中計画のチャンネルを開いてから、あっという間に半年が過ぎました。毎日のように何時間と動画作りに励みながら、慣れない作業が辛かったり、手不足が続いたりして、この半年は決して楽なものではありませんでしたが、コロナを機にオンラインワークに切り替えて、こうして情報発信ができるようになったことを、私はとても嬉しく思っています。そして動画の作り方や YouTube のことなども少し分かってきたところで、チャンネルの内容を見直していた矢先に、先日アフガニスタンの悲しいニュースが入ってきました。それから数日間様々な思いが頭の中を巡り、しばらく動画に取り組むことができませんでしたが、ようやく整理がついてきたので発信を再開したいと思います。今日は現在の地球について、アセンションは本当に加速しているのかというテーマでお話ししていきたいと思います。それではシリウス中継スタート。近年様々な闇が地上に現れています。アフガニスタンのこともそうですが、ミャンマーの騒乱やウイグルの弾圧、香港のことなど。しかし、これらの出来事は今に始まったわけでなく、長く地上に繰り返されてきた根深いカルマの現れです。現在の状況はアセンションとはまるで逆の流れの進化に向かうのでなく過去に向かう対価の現象にも見えますが、これらのことの意味を宇宙に尋ねてみると、それでも地球は上昇に向かっていると答えが返ってきます。私たち個人が変わるとき、それはどんなときでしょうか？多くの場合、そこには体験を通した気づきがあり、自らの意志で方向を変えることで変化が起こります。そしてそれは小さな現象でなく大きな現象の後に。このチャンネルでは繰り返しになりますが、陰陽の対極図を見てみましょう。黒色は陰を表し、右側で下降する気。白色は陽を表し、左側で上昇する気。中国ではこれを魚の形に見立て、魚尾から魚頭に向かって領域が広がり、それぞれの気が生まれて、徐々に盛んになっていく様子を表しています。そして陰が極まれば陽に返事、陽が極まれば陰に返じて、これを永遠に繰り返すことを表しています。しかしこれを見ると永遠に陰陽の転換を同じ場所で繰り返しているようにも見えますが、対極図を横にしてアセンション理論をここに加えると、このように陰陽の転換を生じながら陰極まって陽に転じるとき、一段階上に上昇のシフトが起こります。私たちが大きく変化するときも、物事をやり尽くした後や、もう二度とこんな状況やこんな体験を繰り返したくないという思いが引き金となって、次のシフトを迎えることがあると思います。中途半端な状況でなく、物事がピークを迎えるとき、本当のシフトは起こると言えるのです。そして注目してほしいのが対極図のこの部分です。地上において今という時空間は、陽が生まれたばかりのこの部分に当たると言えます。しかし、見ての通り、ここにはまだ陰の領域が巨大に広がっています。陰がピークを迎えて陽が生まれる瞬間、すべてが一気に切り替わるのでなく、オーバーラップして陰はまだ大きく存在して、水面下で陽が動き始めています。アセンションの情報がこれだけ広がって、私たちの意識も光に向かっているはずなのに、地上の現象が変わらないどころか、
陰が大きくなっているように見える理由は、この対極図が示す通りです。地球は長く理系に基づく争いのカルマに包まれてきました。そして理系に基づく現象が大きく現れていますが、現在がどのように見えたとしても、それらは終焉に向かっています。私たちは次なる領域に入っています。しかし、まだまだ古い領域の現象も表に現れるでしょう。コロナも含めて今地上に起こっている出来事に、絶望や悲しみ、憤りを感じるかもしれません。しかし、変わり身であるからこそ、これらが起こっているのです。ネガティブな情報に飲まれないで、深い部分に動き出している陽の光を見つけて、その先にある希望や進化を知ってください。本当は誰もが平和で明るい世界を求めているはずです。そして私たちは幸せでありたいのです。現在の状況の根底の新しい流れを理解して、あなたがそれを知るほどに、あなたのもとに陽の流れが訪れます。ということで、今日の話はこれで終わりです。しばらくエネルギーワークが続いていましたが、今後はこのようなトークも増やしていきたいと思います。また、サイキックレッスンは引き続きシルルの方にオーダーしていますので、そちらも楽しみにしていてくださいね。それでは、印中継を終わります。